空が青いなぁ。天気が良くてよかった。こんにちは、ゆっくりバンライフのゆっきーです。ハイエース納車、部品分解、足付けまで完了したので、全塗装にハイエースを出しました。車が戻ってくるまでに、可愛い内装にしようと、木目のインテリアパネルを探してたんですが、お好みのものがありません。探しても、昭和臭い応接室かよ。みたいなインテリアパネルしかないし、これいいかも、と思ったら、バカ高いし、数日悩んだ挙句、ないなら作ってしまえ。で、イメージしている木目のインテリアパネルを作ることにしました。塗るの、貼るの、ってあちこち見てたら、水圧転写。なんやこれ。簡単そうなんでやってみるか。で、材料を揃えたので、今回はその様子をご紹介します。では、始めるばい。購入した、昭和歌謡のインテリアパネルに、足付け作業していってます。また足付け。そうなんです。800番ぐらいのペーパーでやったら、荒かったので、2000番のペーパーを使って足付けしていってます。これもまた地味やねー。はえんねー。スマホを固定する道具を忘れて、スマホ置きに、養生テープでぐるぐる巻きにして、撮影したんですが、遠くからだと見えにくいかなぁ、と思って近くで作業しに近寄ってきたのに、まさかの枠外。頭の中では、こんな感じで足付けしていってまーす。みたいな動画のはずだったのに。悔しい。です。こんな感じで、昭和歌謡のインテリアパネルのすべてのパーツを、足付けしていきました。足付け作業が終わったパーツに、プライマースプレーの密着ロンを吹き付けるところまで終わりました。次は下地塗装を塗っていきます。下地塗装を塗るために、この台を用意したんですが、塗った後、動かすのどうしよう。ってなったので、どかします。どかしてこのシートの上で塗っていきます。今回使った下地剤は、福岡の人ならみんな知ってる、ナフコの多用途スプレー、アイボリーカラーです。これを3度塗りして、ムラがないように、下地を仕上げていきます。今回購入した、この昭和臭いインテリアパネルは、メルカリで8000円から9000円ぐらいでした。それが Amazon だと、16000円から2万円。なので今回はメルカリから購入しました。足付けに使ったサンドペーパーは、500円ぐらいだったかな。プライマースプレー、密着ロンは1900円。ナフコの多用途スプレーは800円。そんな感じです。ちなみにこの下地スプレー、しっかり乾かさないといけません。しっかり乾かして2回目。またしっかり乾かして、3回目と塗っていきます。今回使ったパネルのように、柄があると、転写シートで透けるので、ムラなく塗るのが大事だと思います。仕上がった下地の色がベースとなるので、自分好みの色味になるように、しっかり塗るのがコツだと思います。で、この水圧転写初めてですが、素人なりのアドバイスです。3度塗りが終わったのがこれ。この作業までで、半日かかりました。下地まで塗り終わったので、いよいよ水圧転写していきます。この水圧転写フィルムは、Amazon で購入。サイズ 1m×10m で、7000円ぐらいでした。こちら、水圧転写フィルム用の定着剤です。3000円ぐらいでした。転写フィルムを転写したいパーツのサイズに合わせてカット。裏表を確認して、シートと水の間に空気やホコリなどが入らないように、水に転写フィルムを浮かべます。定着剤のスプレーを全体に吹きかけるとシートが溶け出すので、そのタイミングで、転写したいパーツを、ゆっくり、斜めにして入れていきます。転写されてるのを確認したら、水に浮いたホコリやゴミ、残りのフィルムがくっつかないように、気をつけながら水から引き出します。
じゃーん。なかなかいい感じ。パーツ全体にフィルムも貼れて、いい感じにできました。木目も自分好みです。転写後は1時間ほど置いて乾かします。水、火炎糖。本当は一回一回、綺麗な水でやった方がいいんですが、資源を無駄にするのが心苦しかったので、何度か使い回しをしました。2回目まではいけましたが、3回目はやってみたけど、無理でした。転写フィルムの端っこは、養生テープを貼ってます。フィルムを水に浮かべて、フィルムが水に馴染むのを待ってから、定着剤のスプレーを吹きかけます。ネットを見ると、水温は30度ぐらいでするのがいいらしいです。私は庭の水道水を使ったので、何度ぐらいだったか、わかりません。定着剤スプレーをかけると、フィルムが溶けて、このように広がっていくので、本当は水を入れてるケースのサイズに合わせて、フィルムをカットした方がいいです。水が2回目なので、ゴミや残ったフィルムを避けるのが大変です。水、変えたらよかったのに。これもいい感じにできました。動画では簡単そうにサクサクやっているように見えますが、YouTube で勉強して、見よう見真似でやってるので、一つのパーツで何回も失敗してるんですよ。動画ではうまくできたものを使って、10分ほどに編集してますが、全パーツ仕上げるのに、4日かかってます。下地をアイボリーに塗った時に、じゃあ、なんで元からアイボリーのパーツ買わんやったんって思った方もいると思います。下地が木目の方が、失敗してもごまかせると思って、昭和化の柄にしたんですが、そのまま転写してみたら、イメージと違ったんで、アイボリーで下地作りをしたんです。水圧転写は初めてやってみたんですが、大変やったばい。もう、1000倍。今、私、パーツのサイズ見ている時に、パーツを落としてシートに水が乗っかったのわかりますか？もう一度見てみますね。ここですね。こんな風に、転写フィルムに水が乗っかったところは、使えないんです。この場合、水が乗っかってないところでいけそうだったので、そのまま作業を続けました。手にもフィルムがついて、乾くと突っ張って痛いし、しかも洗ってもそう簡単には落ちないので、グローブをした方がいいと思いますが、そうすると手の感覚が鈍ってしまうので、私は素手でしました。2、3日フィルムがついた手で過ごしました。水が乗っかったところを避けて、このパーツもいい感じですね。パーツを転写した後は、乾かしてぬめり取りをしていきます。水で洗いながら優しくこすって、ぬめりを取っていくんですが、空気やゴミが入っていると、この時点で下地が出てきます。失敗したな、これはないなと思ったら、またサンドペーパーで転写フィルムが剥げるまでこすって、密着ロンを塗って、アイボリーの下地を塗って、転写です。私も今回、各パーツ3回ぐらいやって、やっと納得できるものができました。それでも完璧ってわけじゃないです。下地の見え方があまりひどくなければ、家庭用の傷補修マーカーを使って、目立たないように補修することができます。私も下地が出たところはそれを使って修正しました。このパーツも、フィルムが広がりすぎて、一部このように下地が出てしまったんですが、この傷修正マーカーを使って、目立たないように補修しました。こんな感じで不慣れながらも、インテリアパネルの水圧転写をして、お好みの木目柄に仕上げていきました。安く済まそうと、材料を揃えてやってみましたが、何度も失敗したので、下地スプレーなど何本も用意することになって、結局高くついたかなって感じです。こちらが今回メルカリから仕入れた、
昭和の応接室かよ、のインテリアパネル。これが、こんな感じに仕上がりました。最後は、クリアスプレーを自分好みのツヤが出るまで塗って完成です。こういったところはゴミか空気が入って、下地が見えたとこなんですが、補修マーカーで補修して、気にならない程度になりました。木目柄だからか、逆にいい感じに味が出たように仕上がってます。今回自分でやってみて、お好みのパネルに仕上がったので、満足ではあるんですけど、かなり大変だったので、自分のお好みのパーツが見つかるんであれば、少し高くてもそれを購入した方がいいかなと思いました。次からそうしよう。もうこれはしたくない。疲れたばい。今回のパネルを付けた様子や、前塗装後の動画も上げていきますので、車好きの方、カスタム好きな方、ぜひ楽しみにしていてください。作業の様子を見て質問などあれば、気軽にコメントしてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。